こんにちは、プリマバレットクラス田中です。今回はアダジョの動きご紹介していきます。アダジョで絶対出てくるデベロッペの動き、ちょっと詳しく解説しておりますので、ぜひ最後までご覧いただいて、普段のレッスンがより楽しいものになったら嬉しいです。で手を開きましょう。そしたらワンエンパセイアチチュート、ここでちょっとバランスを確認を取ります。次の音で青からアラセゴに開きながらデベロッペを入れてください。次後ろになります。ワンエンツーイスリーイフォーファイブ伸ばしてデベロッペ、次アラセゴンです。パセからアチチュードで本当軸と脇を決めるイメージさ。でバーをそっと持って次でアロンジェにしながらデベロッペを入れてください。次は早くワンエント、ここにつま先置いといて反対側のクロワーゼアラベス回転パンシェを入れてプリエルルベ伸びてから5番にしまって終わりという動きになります。今回の動きはもうデベロッペの動きをしっかりと消化させていきたいなと思います。デベロッペについてちょっと昔の動画にはなるんですけれども、より詳しく載せているのはこちらになりますので、まだ見てない方はちょっとそちらもぜひご覧いただきたいんですが、今回の動きはアチチュードからデベロッペ発展していく動きとなります。まずアチチュードの形をしっかりとまず見直していきたいと思います。アチチュードの基盤となるのがこのパッセの動きになります。そう、パッセの動きでここキューッとまず軸足と脇、ここをしっかり強く作ってパッセ、ここに持ってきます。でそこのお膝の位置をそれぞれ前横後ろにつま先、いつもターンを出しているポジションにつま先を回しながら持っていって自然にアチチュード、膝が長く少し伸びたところに持っていきます。横がちょっと分かりやすいと思うんですけど、ここだったら少し膝が少し伸びるところ、パッセよりもちょっと角度が緩まるところですね。後ろもお見せするとこんな感じで膝位置をなるべくそのまましながら膝の角度を少し緩めながら単流いつも出しているつま先の方向に向かって足を回しながら出ていくのがアチチュードの作り方になっています。そしてこのアチチュードを作り切った時にそこに置いておくのはとてももったいないです。パッセまでしっかりここ強くしっかり回した足作れたら、次ぐっと足をアチチュードに持っていった時、そこに置いておかずに少し自分のこのアチチュードを作っている内側の空気をぐーっと押していくつもりを持ってみてください。分かりにくい方はこのように手でちょっとお膝、太ももあたりを外に前だったらね開く、それを押し返すようなつもりがあると少し足の内側を押す感覚が見つかると思います。ここをぐっと押すことによってより軸脇もキュッと力が入ってくるところがありますので、アチチュードの時は軸足とこのアチチュードを作っている足で少し絞り上げるような状態を見つけていきます。ドゥワンの時が一番分かりやすいんですけど、アラセゴンの時も後ろデリエルの時もそれぞれのポジションで必ずありますので、そのちょっと巻き込む感覚をアチチュードでしっかり見つけてあげてください。ではそこから先ですね、アチチュードまでいったらその後膝の位置をなるべく変えずによいしょ足を伸ばしきっていってあげてください。本当にこのすねからつま先、足の甲からつま先にかけてをスクリュードライバーのようにぐるぐるぐるっと回しながら伸ばし切っていく。結構お見かけするのがここまでいってつま先がペロンってなりがち
になるんですけれども、こういうのは本当にターンデュとかジュッテとか、ああいう基本的な動きのところからより強く足裏をしっかり収縮させながら、足の甲をぐーっとこっちに引っ張り上げる力を使いながら、デベロッペの動きが最大限伸ばしていけるところへ持っていけるように、ちょっとここの基本的なところにはなってしまうんですけれども、ここの最後のつま先までをしっかり膝位置変えずにぐーっと伸ばしきれるように、全ての方向ぜひできるようにデベロッペの動きを行っていきましょう。エカルテが最後2回入っていきますよね。前5番から始まった時はアロンジェでお顔も向こう、そうエカルテドゥバンの方向に入っていきます。次2回目早く入っていく時はこっちにお顔をつけてエカルテデリエールの方向になります。このエカルテデリエールの時に結構先に体をこっちに倒してしまう方をよくお見かけするんですけれども、さっきまでのデベロッペの上げ方を忠実に守ってください。最初のパーセで脇をしっかり作る、アチチュードを通るあたりでお顔と胸を少しバーの方へ持っていくイメージです。最初からこっちに倒していってしまわないように、まずはしっかりまっすぐを作ってから、アチチュードぐらいで胸とお顔を少し変えていくようにタイミングを見つけながら練習を行っていきます。あと最後にそのエカルテデリエール上げたところからスッ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 と反対側のクロワゼのアラベスクに入るところです。ここの足つま先をしっかりここになんかポイント、ここにしっかり点を置いておくようにして、この足の位置を変えないつもりで反対側のクロワゼに入っていってあげてください。さあ、でこの時もさっきのこのお顔のつけ方と一緒で、先に体を倒していかないように本当に気をつけてあげてください。自分の脇腹、そこに置いてなるべく胸をスッスッスッと絞りながら高い位置に入っていけるように、先に体が崩れてしまわないように気をつけます。そしてここの軸の足はプロムナードをしているようなつもり、つま先中心でかかとを回していって、最後のパンシェにつながるように、ここのアラベスクに入れるところ、つま先しっかり置いとく。体脇はそのまま斜め上に胸を持っていきながら、かかとをしっかり回して最後のパンシェに入れるように練習していきましょう。まずはしっかりと自分の軸足と上半身のつながりを見つけていきます。腕を青から荒瀬越え開いていくとき、胸郭、胸の位置が少し高くなっていくようなイメージで腕を開いていってください。アティチュードの足置いてしまわないように、本当に軸足とアティチュードしている足で巻き込むようにしっかりと足を回し続けて、最後のデベロッペでよりスクリューのようにつま先まで伸ばせるように、ぜひこの動きを通して練習をしっかり行っていきましょう。膝を伸ばしきった時に床をもう一息押していくと、右の足、動いているデベロッペの足がふわっと軽くなるところがきっとあると思います。しっかりとそこまで足を伸ばしきってから、最後のパンシェの足もしっかり空中の方へに向かって斜め遠くへ引っ張りながら動いていけるように、ぜひデベロッペの動ききれいに行っていきましょう。
お疲れ様でした。いかがでしたでしょうか。ちょっとなんか役に立ちそう、すごい楽しかったと思っていただけたら、ぜひグッドボタンを押して教えてください。チャンネル登録励みになりますので、まだチャンネル登録していない方はぜひこれを機会にチャンネル登録していただけると嬉しいです。現在私は出張レッスン、オンラインレッスン、研究コース、コールドバレープロジェクトというこの3つ大きなプロジェクトで動いております。ぜひ気になる方は概要欄に詳細載せてますので、ぜひどこかのレッスンでご一緒できたら嬉しいです。それではまた。